皆さんこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今日は何をするの？今日はムッシュ吉田をやろうと思うぜ。ムッシュ吉田？それどっかのフランス料理屋？いや。吉田ソースを作った人？いや。ムッシュ吉田といえば、元阪神監督の吉田義雄だぜよ。昭和の頃に今世紀中の優勝はありえないという阪神を21年ぶりの優勝に導き、さらに日本シリーズでもあの西武を下したんだぜ。でも、1985年の優勝の次は2003年だから、今世紀中の優勝はありえないわ。まあまあ正しかったわけよね。そうだな。その後、阪神の監督を退任し、フランスの代表監督になったことはあまり知られてない。今回は、そんなムッシュ吉田のフランスでの奮闘ぶりの紹介だぜ。では本日の参考文献。ムッシュになった男、吉田義雄パリの1500日。概要欄にリンクを貼っておくから、興味がある人は見てくれだぜ。それでは始めましょうか。昭和の阪神といえば、ダメトラ、大阪の恥、PL 学園より弱いというのが世の評価。巨人と人気を二分し、熱狂的なファンがいて、田淵がいて、江夏、ラインバックがいても優勝できなかった。広島中日ヤクルトはたまに優勝したのに、阪神と太陽だけは優勝から長い間遠ざかっていたのだぜ。弱い阪神って、漫画のネタにもなったよね。5月まで調子が良くて、6月になって負け出して、最終的に4位あたりに落ち着くのがいつもの阪神なんだが、1985年に吉田が2期目の監督に就任すると、投手はしょぼいが打線が爆発。6月も首位を維持して優勝するんじゃないか、と世間では大騒ぎになり、結局、リーグ優勝。勢いに乗って日本シリーズも4-2で勝ってしまうんだぜ。これで阪神の黄金時代到来か。ところが翌年は主力の掛布が怪我で離脱して3位にとどまり、翌1987年は2年前の優勝が嘘のような低迷にあえぎ、勝率は球団ワーストの 0.331 で最下位。吉田はファンやマスコミに叩かれ、追われるように阪神を退団したぜ。優勝監督とは思えない仕打ちよね。まあ、阪神球団は吉田の背番号を永久欠番にし、3000万円の功労金を出して優勝に報いたが、ファンやマスコミからは評判が悪いので、解説者のような話が舞い込んでくるわけもなく、吉田は気晴らしで夫婦でヨーロッパ旅行に行くぜ。旅行先のパリでは、浦田という男にパリを案内される。浦田はパリを一通り案内した後、吉田をフランスの野球連盟に連れて行くぜ。いきなり、連盟に連れてかれるの？浦田はフランス日立の社長で、根っからの野球好きで阪神ファン。吉田とも面識があり、前々からフランス人をコーチしてほしいと言ってたんだぜ。でもコーチを頼むと言ってもフランス野球連盟には金はなく、全くのボランティアだぜ。日本シリーズ優勝監督がダーターでコーチ？まあ、この時は受けなかったが、1年後、心境の変化から受けることにしたぜ。当然、ボランティアだから、旅費滞在費は自腹だ。まずはパリの野球クラブチーム PUC を指導することになったぜ。クラブチームといっても、日本でいう草野球チームみたいなものだぜ。1989年平成2年3月に吉田は単身パリに乗り込むのだが、直に見たフランス人の野球に吉田は驚愕するのだぜ。なになに？帽子やユニフォームが点でバラバラってのはいいとして、野球をしているグラウンドは陸上競技場のそれで、砲丸投げの練習で穴ぼこだらけ。郊外に行けば野球場があるらしいが、パリ市内で野球ができるところといえばサッカー場や自転車競技場。自転車競技場なんかで野球ができるの？自転車が走るトラックの内側の空間でやるみたいだな。さらに驚いたことには、ボール投げができない選手がいることだな。ボール投げができないって？サッカーのキーパーみたいに腕を伸ばしたまま投げるとか、山なりのボールしか投げられないってことだな。日本なら子供の頃からテレビとかで野球を見よう見真似で知らず知らずのうちに野球というのを知っていくんだが、フランスにはその当たり前の環境がなかったのだぜ。ボール投げすらできない選手がいるくらいだから、レベルは日本の高校野球以下で、ピッ
チャーはストライクが入らない。でも、パリのチームがフランスの中では強いのよね。そう。このパリのチームが事実上のフランスのナショナルチームだけど、こんなありさまだな。まあだけど、ピッチャーがとんでもなくダメだから、阪神でピッチングコーチをやっていた。元南海の新山隆を連れてくるぜ。吉田らがチームに加わるとすぐに、欧州の B クラスのクラブカップに参加することになり、吉田は守備とダブルプレーを、新山はピッチングを集中的に教えるぜ。B クラス？そう。B クラス。欧州の野球は A と B にクラス分けされてて、欧州から WBC とかオリンピックに出てくるイタリアやオランダは A クラスで、フランスから見れば雲の上の存在。B クラスというのはストライクが入って四球を出さなければ、そこそこ勝ててしまうから、吉田らの特訓のおかげで、チームは全勝優勝してしまうのだぜ。すげえ。吉田たちの評判はフランス中に知れ渡り、地方のチームやら、少年野球のチーム、さらにはソフトボールのチームからもコーチの依頼が来るぜ。引っ張りだこだね。さて、フランスのナショナルチームは全国のクラブチームから選手を選抜して編成され、アメリカから元メジャーの選手を雇って監督にしているわけだが、当然、吉田たちにもお呼びがかかるぜ。お、いよいよ。その監督がデイブ・ダニエルっていう黒人選手なんだが、こんなことがあったらしいぜ。あんたらが日本から来たコーチかい？その通りです。俺はメジャーリーグにもいたんだけど、日本でもプレーしたことがある。阪神タイガースというチームだ。デイブ、その時の阪神の監督は覚えてるよね？いや、ずいぶん前なので忘れた。ここにいる吉田さんは阪神の監督なんだけど、その時じゃないよね？ウケる。メジャーっていうのも嘘で、どっかのマイナーだったんだろうぜ。まあ、フランス連盟じゃこんな奴しか連れてこれなかったってことなんだぜ。ほどなくして、パリで欧州選手権が行われることになり、この時は PUC みたいなことにはことが運ばなかったのだが、それでも、フランスが8チーム中万年最下位か、6位がせいぜいだったが、5位に入った。吉田は実績が認められ、翌年からは PUC とフランスナショナルチームの監督になったのだぜ。やったね。でも、監督就任と入っても、相変わらず金にはならんかったらしいがね。吉田らの指導のもと、徐々に強くなり、勝てないと思ってたイタリアのクラブチームにも勝てるようになった。しかし、フランス人の野球にはまだまだ野球同好会的な雰囲気を引きずっていて、吉田はフランスチームを野球先進国の日本に連れてきて、日本のチームと練習試合をさせたいと思うようになる。でも、そんな金あるの？そんな吉田の思いはほどなく実現する。時はバブル時代でパリ市長は後に大統領になる親日家のジャック・シラク。フランス政府や日立からも金が出て、チームを連れて日本の大学と練習試合をすることになるんだぜ。バブル期はお金があったんだね。日本にやってきたフランスチームは、大学の野球部の練習設備に感嘆し、日本の野球部の猛練習に驚くわけだが、フランス人たちは吉田の正体についても知って、驚くことになるぜ。吉田は練習の合間に甲子園球場や大阪市内に連れて行くんだが、こんなことがあったらしいぜ。吉田さん、マルペケテレビです。カメラは試合じゃなくて、吉田さんばかり映してる。吉田さんだ。吉田監督だ。吉田さんだ。監督、サインもらえませんか？俺たちはこんな有名な人に野球を教わっているのか。吉田監督の凄さが分かったのね。フランスにはプロ野球というものが存在しないから、フランス人選手は、吉田をちょっと野球が上手い親父としか思ってなかったわけだ。日本に J リーグができ、日本がワールドカップに出れるようになったから、日本人はジーコやイニエスタの凄さが分かったわけで、日本人が海外のプロサッカーを知らなければ、単なるサッカー好きの外国人よね。それな。吉田の活動にも徐々に日本でも賛同者が増え、
野球用品の Z が用具の差し入れ。吉田と三遊間を組んでた三宅秀氏が、元中日監督の山内和弘が、コーチとしてフランスに渡米するぜ。渡米？吉田らの奮闘もあって、フランスは1991年の欧州選手権で4位に入り、大陸間プレーオフを制し、WBC の前身だった IBAF ワールドカップに念願の初出場をすることになる。へえ、ワールドカップねー。で、結果はどうだったの？7戦全敗で予選リーグ敗退だ。まあ、日本もフランスでのサッカーワールドカップは全敗で、初出場ってそんなものだ。世界の壁はとてつもなく高かったわけだな。最後に、その後のフランスだけど、欧州の A クラスにはとどまってるけど、上位には食い込めず、オリンピックや WBC に出場というところまではいけてないのだぜ。オランダやイタリアあたりが今でも強豪なのね。吉田は1995年にフランスでの監督を退任するが、かねてから、フランスの選手を日本のプロ野球のキャンプでも練習させてやりたいと思っていた。1997年に彼らを阪神の春季キャンプに呼び、それを実現させることとなったぜ。さて、ざっと紹介してきたけど、興味がある人は本を読んでくれだぜ。この動画が面白いと思ったら高評価チャンネル登録をお願いします。それを励みにして、ウプ主は動画作成を続けていこうと考えております。それでは、本日のご視聴ありがとうございました。